こんにちは、アンナスです。今日は、道具の寿命の話をしようと思います。道具にも一応寿命はあるので、それぞれの話をしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。では、道具の寿命の話をしたいと思います。刺繍する時って針と枠とがあればいいんですけど、ハサミも一応ちょっと持ってきました。ハサミはお家に糸切りバサミがあれば何でもいいんですけど、これちょっと先が尖ってて刺繍の時に使いやすいっていうハサミですね。でまずじゃあ針の話をしたいと思います。針はこれ新しいものなんで輝いてますね。キラキラしてるんですけど、これ私が普段今使ってる現在使っている針なんですけど、ちょっとやっぱ黒ずんでます。この6本取りの針とか結構黒いんですよね。こう比べると分かりますかね。もうこの金の塗装みたいなのが剥げてしまってて、ちょっと輝きが鈍ってますね。でまだこれは使えるんですけど、ずっと使ってるとだんだん持ってるところ真ん中あたりがちょっと黒くなってきたりとか、私はそこまで使わないんですけど、たまに聞くのが、人によってはこの針を刺している時に布を通過する時にキュッキュッキュッキュ言う人がいるんですね。もうその場合はもうそれはすぐ変えた方がいいですね、新しいものに。なので針は結構1年ぐらいかな、1年半年、人にもよります。その手の油分にもよるんですけど、それぐらいで変えた方がいいかなと思います。なので針は消耗品だし、そんなに折るほど力入れる刺繍はしないんですけど、何かの拍子に折れてしまった場合とかそういうのもあるので、針はもう消耗品だと思って常に新しいものを使うっていう感覚でいいんじゃないかなと思います。でもし私ぐらいこれぐらいちょっと黒ずんできたなっていう時は、この針磨きっていうのもあるので、針磨きはこれクローバーのですけど、いろんな会社から出てます。こう出したり出たりするとちょっと綺麗になるぐらいのレベルです。完全に錆びちゃったやつは変えてください。ちょっと黒いかなっていう、ちょっと滑り悪いかなっていうのはこれでやってもらって、あとは金属磨きとかそういうのも使ってもらうと、ここ黒くなりましたね、通したところが。こういうのはちょっとね綺麗になっているはずですね。金属磨きとかで使ってやってもらっても綺麗になります。でも変えるのが一番いいですっていう、針の話ですね。で次が刺繍枠。これ刺繍枠、これ新しいやつ、全然使ってないものなんですけど綺麗ですね。でこれ私がもう10年以上使ってる刺繍枠なんですけども、色がもう飴色みたいになって角も取れてきて、で外したりとかはめたりするのも結構スムーズになってきてるんですけど、新しいのはまだ全然硬いですね。角もしっかりあるし、なので使ってるうちにこうなるんで、別にこの使い勝手が新しいのは良くないっていうわけではないです。なので頑張ってこれで飴色にしていってください。刺繍枠結構ね、アンティークショップ、のみの市とかで売られてたりするのも使えたりするんで、大事に使えば全然半永久的に使えるもんなんですけど、このネジがちゃんとはまらなくなったりとか、あんまり不具合起こらないんですけど、ネジですかね。ネジのあたりがちょっと綺麗にはまらなくなってきたりしたら新しいのでもいいかもです。でも私もこの古いの使ってますけど、新しいの欲しいなって思います新しいのいいなって思うんで、それぞれ好きな感じの使ってもらうっていう感じですかね。であとハサミはこの
錆びてきたりとか、ここが包丁と一緒なんですけどうまく切れなかったりすることがあるんですけど、なんか包丁研ぎ屋さんっていっぱいあるんですけど、ハサミを研ぐお店ってあんまり見たことなくって、検索してもあんまり引っかからないんですよね。でだから私はハサミ研いでもらったことがないんですけど、なんかハサミ研ぎ屋さんみたいなのがあれば、そこにちょっとね悪くなってきたらお願いしてもいいんじゃないかなと思います。結構こういう高価なハサミとかいっぱいあるんで、高価なものはちょっと研ぎたいですよね。だからハサミ研ぎ屋さん的な、多分なんか美容師さんとか専門職の人たちはハサミ研ぎ屋さんにちゃんとお願いして、なんか定期的に研いでもらってるらしいんですけど、ちょっと私は全然もうそんなことしないで普通に使って、ダメになったらちょっと新しいの使おうかなぐらいの感じで使ってるんですけどね。その辺はなんかこう皆さんのご意見を伺いたいです。私もちょっとハサミに関してはあんまり詳しくないです。というのが一通りその道具ですね。だから針は割と定期的に新しいのを使うと気持ちよく刺繍できるんじゃないかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。